ブリリアントメモリーズ続編。冷たい花。1998年初夏。ザ・ブリリアント・グリーンは、There Will Be Love There 愛のある場所の大ヒットで脚光を浴びていた。しかしその成功の裏にはメンバーそれぞれが抱える複雑な心境があった。プロローグ、葛藤の始まり。川瀬奥田松井の3人はイギリスの UK サウンドを追求し全編英語の歌詞でバンド活動を続けることに誇りを持っていた。彼らの音楽は日本のリスナーにとっては斬新で、既存の J-POP とは一線を画すものであった。しかしドラマの主題歌に起用されるにあたり、日本語の歌詞という条件が突きつけられる。この曲だけという約束で渋々引き受けた結果、There Will Be Love There 愛のある場所は大ヒットし、彼らは急速にメディアに引っ張りだこになっていった。エピソード1、バンド像の揺らぎ。大ヒットの影響でテレビ番組に出演する機会が増えたザ・ブリリアント・グリーン。だが出演するたびに川瀬は歌手としての役割を強く求められ、奥田と松井はバックバンドのような扱いを受けることが多くなっていった。特にテレビの音楽番組では川瀬が画面の中心に立ち、他のメンバーは遠くに映るだけの演出に彼らは違和感を覚えていた。これじゃあただの歌手とバックバンドだよな。松井が悔しそうにつぶやくと、奥田は何か思い詰めたように静かに答えた。お前がバンドを離れるなんて、誰が想像しただろうな。不意に投げかけられた言葉に松井は眉をひそめて、どういう意味だと問い返すが、奥田はただ、いや、なんでもない。まあ気にするな。と笑ってごまかした。エピソード2、2度目の日本語の歌詞。次の新曲について話し合いが始まった時、再び日本語の歌詞が提案された。約束では1曲だけのはずだったのに、次の曲も日本語の歌詞を求められたことにメンバーは戸惑いを隠せなかった。だがプロデューサーから見せられたデータはテレビ出演後に CD ショップからのオーダーが急増していることを示していた。今がチャンスなんだよ。今頑張れば後で好きなこともできるようになる。説得の言葉を受け、バンドは再び日本語の歌詞を受け入れる決断をしたが、彼らの内心には抵抗が残った。このまま自分たちの音楽が変えられてしまうのかもしれない。そんな不安が奥田と松井の胸に重くのしかかっていた。エピソード3、冷たい花に込めた抵抗と共感。ザ・ブリリアント・グリーンは次のシングルをただのポップソングにはしたくなかった。彼らの本来のバンド像を守るため、あえて暗く、重い曲を作ることを決めた。その結果生まれたのが冷たい花だった。川瀬が書いた歌詞は、絶望と希望が入り混じる複雑な内容で、夢は絶望になった。冷たい花を蹴り散らす。という強い言葉が並んでいた。川瀬がこの歌詞を作る背景には、当時愛読していた少女漫画、子供のおもちゃの影響があった。この作品の主人公は、次々と降りかかる困難と戦いながらも希望を見出そうとする姿が描かれていた。川瀬はその物語に自分たちの状況を重ね合わせ、自分たちもまた困難に直面しながらそれでも戦い続けていくという思いを歌詞に込めた。エピローグ、暗い花が放つ光。冷たい花はこれまでのザ・ブリリアント・グリーンの楽曲とは異なるダークな雰囲気を持っていたが、ファンからは大きな反響を呼んだ。曲の冒頭に鳴り響くマイナー調のギターリフは
バンドとしてのアイデンティティを取り戻そうとする彼らのささやかな抵抗であり、悲しみの中にも美しさを見出そうとする強い意志が込められていた。為替の歌い方は決して激しくはなく、どこか投げやりでありながらも儚い希望を感じさせる不思議な魅力があった。彼女の気だるげなボーカルがこの暗い楽曲に独特の味を添え、冷たい花はバンドの新たな代表曲となった。そんなある日、奥田が松井に尋ねた。もし未来が変えられるとしたら、お前はどうする？松井は冗談と思い、そんなこと考えても意味ないだろう、と笑ったが、奥田の表情には複雑なものが見え隠れしていた。松井は不審を抱きながらも深く追求はしなかった。彼らは一発屋として消えることはなく、自分たちの音楽を通じてバンドとしての誇りを取り戻していく道を歩み始めていた。しかしこの成功の裏には、これからも続くであろう葛藤が見え隠れしていた。奥田は心の中で未来の自分に問いかける。このまま進んでいくことが果たして正しいのだろうか。そしてこの答えを探すために、彼らは再び音楽を通じて戦い続けることを決意するのだった。